はい、SHI2 年生の田中です。よろしくお願いします。次のスライドお願いします。簡単に自己紹介すると、まあ、SFC という、慶応の SFC 卒業して、主にですね、ヘルスケア関連のスタートアップで4年間働いてきていて、で、3ヶ月前ですね、2022年の3月に株式会社パパゲーノという会社を創業して、メンタルヘルス関連の事業をやっております。簡単にやってることで言うと、精神疾患を経験された方、当事者の方のアート制作を支援して、そのアートをですね、企業さんのブランディングですとか、マーケティングの支援に活用するという事業を立ち上げております。次お願いします。で、SHI 実際入ってどんな感じだったかっていうところを、ぜひ共有できたらなと思うんですけど、僕は去年1年間は、スタートアップで働いていたので、もうびっちり結構残業も多くてですね、仕事量もハードワークだったんですけど、っていう中で平日は夜ほぼ授業が埋まっていて、で、土曜日も授業があって、で、その準備のための課題を予習復習もしながら、みたいな感じで、結構もう平日は自由時間が1時間も取れないみたいな感じでびっちりとしたスケジュールでやってました。これはちょっと授業を詰め込みすぎたっていうのもあって、実はもう2年生になって、もう、卒業に必要な単位はほぼ取り切ってるぐらいのペースで単位を取ってたので、ここは調整すればもうちょっとセーブはできるんですけど、でもかなりハードワークしてました。で、たまたま会社がフレックスだったのもあって、もう朝8時から働いて5時になるべく仕事を終わらせて、で、家に帰って授業を夜まで受けるみたいなことをやってました。で、コロナの影響でリモートワークにもなったので、そこからはかなり融通が効いていたんですけれども、でもとはいえ1年の期間は結構忙しかったです。次お願いします。で、実際入ってみて、もう石井さんから結構魅力をいろいろプレゼンいただいてたんですけど、僕自身は在学中に起業するっていう決意をできて、3月に起業しているんですね。で、そういった起業したいなっていう思いを持っていた人間としてどういった価値があったかっていうところを、SHI の価値っていうところを簡単に羅列してみたんですけれども、一言でSHI どんな場所かっていうと、説明聞いてて思ったと思うんですけど、公衆衛生とか統計とかを英語で学ぶ試練をする場所なんですね。で、僕は何ら医療職とかでもなくて、本当にただのスタートアップで働いていたビジネスパーソンなので、疫学っていう言葉もあんまり詳しく知らなかったですし、統計もそんなに学んだことなかったので、超大変だったんですよね、端的に言うと。でも一方で、じゃあ毎回の授業をなんとか乗り越えるために、例えばGoogle 翻訳とか DeepL とかっていう翻訳ツールをうまく使ったりとかして、なんとか駆使して乗り越えるっていうことって、例えば今でも海外の会社の経営者さんとビデオ通話で話す機会とか、海外の投資家にピッチする機会とかっていうのも、中にはあったりして、そういう時も、やることって基本一緒なんですよね。なんとか頑張って調べて、なんとか準備して、なんとか乗り越えるっていうことをやらなきゃいけなくて、その訓練がすごくできているなっていうのは思っております。でもう一つ起業に踏み切れた一番の理由が、巨人の肩に乗る方法ということを学ぶことができたっていうことが一番大きかったなと思っています。これは何かっていうと、今、世界でどんな論文が出ていて、どんなエビデンスがあるのかっていうことを、分かるっていうことですよね。で、もっと言うと、SHI の中には、いろんな教員の方々がいて、いろんな分野のプロフェッショナルがいるので、例えば僕の場合は、角先生という方が指導教員なんですけれども、角先生と毎週話していると、やっぱりメンタルヘルス分野で、どういった研究が一番されているのか最近っていう話であったりとか、逆にどういったことはエビデンスがないのかっていうこともわかるんですよね。で、メンタルヘルスとか自殺予防とかと、あとは、アートっていう分野が僕がやってる授業関わるところなんですけど、どちらもエビデンスがそんなに多くない、少ない分野なんですね。っていう中で他の分野の類似の分野のところをエビデンスこんなものが出てるっていうところとかをうまく活かしながら、授業に作っていくっていうことが必要あるので、そこをやる自信がついたっていうところが一番大きかったなと思っております。で、いろんな面で本当に企業も支援いただいているのでありがたい存在だなと感じております。僕からは以上になります。